にちは、さゆりです。今回は病院に行った話をしたいと思います。まず、どうして病院に行ったのか、病院代はいくらだったか、病院で使う単語、面白いなと思った語彙を紹介します。はい。まずはじめに、どうしたのです。どうして病院に行きましたか？なんで病院に行ったかですね。始まったのは、12月の上旬から結構喉が痛かったんですよ。で、私はよく扁桃腺、喉の両脇にあるんですけど、そこの扁桃腺がよく腫れて、熱が出たり喉が痛くなったりすることが時々ありました。でもいつも、少し休むとすぐに治っていたんですけど、病院に行っても1ヶ月ぐらい良くならなかったので、セカンドオピニオンとして大きい病院に行きました。1ヶ月も治らなかったらちょっと心配だったので、よく見てもらえたらいいなと思ってその病院に行きました。結果としては全然問題はなくて、少し薬を飲めば治るような症状だそうです。でもその口の中を見るときに、今まではこうやって口を開けるだけで見てくれてたんですけど、今回は鼻からなんか細いカメラを入れて、口からそう喉の中まで見てもらうことができました。でそれで、扁桃腺には異常がなくて、扁桃腺には変なところがなくて、ちょっと違う部分に炎症がある、違う部分がちょっと腫れているそうなので、そこを治す治療をしていきます。でも全然大きな病気とかじゃないので、心配しないでください。はい。で、皆さん知ってるかもしれないんですけど、日本では初めての診察、初診って言うんですけど、初診から専門医に見てもらうことができます。専門のお医者さんに見てもらうことができます。喉、鼻、耳が痛い人は耳鼻科というところに行けばいいです。はい。もし日本で病院に行くことがあれば、そういうところに行くかもしれませんね。はい。行かないのが一番いいですけど、大丈夫です。次はいくらだったかですね。皆さんお金のことが気になりますよね。診察料が、1320円でした。はい。どうでしょうか。国によっては無料のところもあるし、無料じゃないところもありますね。で、日本はほとんどの人が3割負担です。3割負担っていうのは、その合計の 30% を患者が払うというシステムです。健康保険に入っていればなんですけど、ほとんどの、日本人の人は、健康保険に入っています。国の保険なのでみんな入っていると思います。高齢者、お年寄りになるとそれが10% 負担になったりすることもあるんですけど、私たちの世代は基本的に 30% 負担です。3割負担をします。薬代なんですけど、薬代が2630円でした。ジェネリック医薬品が選べます。漢字で書くと後発医薬品というらしいですけど、ジェネリックの方が一般的に使います。はい。で、その薬も選べるし、3週間分出してもらいました。飲み薬3種類を3週間分と、うがいする、うがいって水飲んでガラガラってやるやつなんですけど、それを2本、3週間分なんでしょうね、をもらって、2630円でした。そうですね。アメリカとかに比べて薬の値段は少し高いかもしれないんですけど、わからない。でも病院代はとても安いなと思いました。本当に助かりました。最後に、病院に行った時に面白い日本語普段聞かないけど、多分病院で働いている人や病院に行く人なら知っている日本語があったので紹介したいと思います。一つはですね、お医者さんに見てもらっている時に
普通はなんとかさんって上の名前で呼んでくれるんですね。例えば山田さんとか佐藤さんとか。でもその先生はあなたを使ったんですよ。あなたの場合はとか言ったので、久しぶりにあなたって聞いたと思って嬉しくなりました。ちょっとおかしいですけど、日本人の人はあなたをあまり使わないんですね。あなたって You って意味なんですけど、あまり使わずに、名前を知っている場合はその人の名前を言います。お医者さんだとちょっと立場がどうなんだろう、お医者さんの方が上だからなのか理由はわからないんですけど、あなたって言われて、あなたって使う人いるんだと思って、全然失礼じゃないんですけど、ちょっと面白かったです。はい。で、最後、病院の診察室を出るときに、お医者さんと看護師さんにお大事にと言われました。意味は早く良くなるといいですねって意味なんですけど、文章で書くとお大事にしてくださいとか、お大事になさってくださいってということがあるんですけど、口頭だとお大事にだけ言ってたので、なんかそれも面白いなと思いましたみんなお大事にお大事にってなんかいらっしゃいませみたいな感じで言ってて面白かったです。いらっしゃいませとかありがとうございましたってお店で言う決まったフレーズのように皆さんお大事にって言ってくれたので、なんかお大事にソングみたいで面白かったです。その時もしお大事にって言われた時の返事は、もしお医者さんとか看護婦さんにだとお辞儀だけでいいと思います。友達とかだとありがとねとか言うと思うんですけど、病院でお大事にって言われてありがとうございますって言うと、ちょっとなんかいらっしゃいませって言っていらっしゃいませっていう人みたいだから気をつけてくださいはい。じゃあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。今 YouTube 見てる人はわかると思うんですけど、カメラを見ながら話しています。そしてトランスクリプトというか文字が動画に出ていると思います。もしポッドキャストを聞いている人で私が何を喋っているか気になる人は、よかったら YouTube の方も見てみてください。はい。じゃあいつも、聞いてくれて、見てくれてありがとうございます。はい。じゃあ、またね。バイバーイ。